これ。そうです。あ、これが全部1年間あ、そうです。全部同じジーパンです。全部同じジーパンらしい。マネキンがバンバン洗濯したらこんなバンバン洗濯してもこういう感じになるんですね。なりましたね。皆さん全員コメントをいただいて洗濯の回数とか、すごくない？何ですかこれ。茨城にもね、これ知ってるんですよ。濃い色の。びっくりするような、なんかメーター7000円とか。法政バー。これイベント名はみんなで茨デニムを履こうです。そうです。はい。茨デニムを今まで以上に知ってもらうために。そうですね。まずは履いてもらわないとはいわかんないだろうっていう。はい。履けばわかるんですか？履けばわかる。あ、そうですか。履けばわかる。これは小島だな、これは茨だなってわかるんですか？わかる。シャトルで折ったこう昔ながらの給食器のはい給食器のセルビッチ。はい結構ね割と生地の産地でも知らないんですよ。そうなんですよね。セルビッチって何みたいな。あ、そうなんですか。はい。茨の人でも全セルビ然ッチ知らないです。はい若い方とかは特に知らない。あ、若い方。若い方はあ、そうなんですね。何ですかそれっていう。赤耳とかわかんない。全然知らなかったっていう方結構参加されてて、でこう販売して終わりじゃなくて、はい、みんなに入ってもらって、そうですね。1年間入ったのがこれ。そうです。あ、これが全部1年間あ、そうです。全部同じジーパンです。全部同じジーパンらしいです。マネキンが履いてるのがサンプル。あ、最初の。はい。へえ。元のです。これがまあ1年後こうなったみたいな。なるほど。はい、この方1年洗ってないっていうつわもの。じゃファブリーズしまくったらしいです。デニムストア。やっぱりずっと洗わずに折ったらこういう感じなの。そうですね。やっぱ洗わずにやっぱ履いてくれてるからこう鉢のとかやっぱずれずになんかがっつりついて、一回洗っちゃったからちょっとここがずれちゃったんだよねっていう人もいるんですけど、あっちの方が。でもやっぱり生地がやっぱ傷んでますよね。この辺とかもボロボロになってきてしまってて、これ洗濯してないと割とこういう風になりやすいっていう。バクテリアとかでこう生地が傷み出しちゃうらしいんですよね。スタッフとかこれはこういうの面白いですよ。履かないでね、一回履いただけ。一回履いただけ。試みが面白い。これはね 12.7 とか8とか13ないんですよ。あ、そうなんですか。はい。ジーパン履いたことないとか、もう最近履かないとか、こういうセルビッチみたいな綿100もう履かないみたいな、ユニクロの伸び伸びしか履かんっていう人が結構多かったんですよ。はい。なんでちょっとそういう人たちでも履きやすいようにちょっと最初から割と柔らかい生地のにしようっていうので、ちょっと音数を下げてメンズでもこんな色違うんですよね。いやなんかね実はあんま変わんないんじゃないかなって思ってたんですよ。もう全部濃いやつが並ぶんだろうなって思ってたら、意外になんか同じように見えてもそれぞれちょっとやっぱ違くて、この方とかちっちゃいお子さんがいらっしゃって、よく膝をつくらしいんですよ。膝だけ丸く膝をこうついて、ちっちゃい子のはいそうですね。はい。市役所の人で。あ、これも市役所。これが市役所なんですか？どういうこと？絶対ドーピングしたよね。ドーピングしたよねこれ。これドーピングしてる。これはやってるでしょ。これを見てください。洗剤使ってないって言うんですよ。絶対嘘でしょ。なんだこれ石入れたでしょみたいな洗濯機に。市役所激務なんだなって。市役所です。市役所すごい奈良市ですね。役所激務なんだなって。なんすかこあ、すっごい汚い字ですいません。れ。洗濯回数0回の根性に脱帽。ああ、1年でこんな落ちるもんなんですね。1年で落ちましたね。あ、そうですか。はい。なるほどね。ちょっとこれはもう履かないかなって。多分ね試着の時にあ、これか。ちょっとこれから痩せるつもりなんですよって言ってる方いらっしゃったんですよね。あるあるだな。
悲しいですね。大丈夫、今はもうふってやんないと閉まんないけど、はいこれからでもダイエットして痩せる予定なんでって言っておられた方かもしれないです。なるほど。そんな一つ一つコメントついてるんですか。みんな書いてます。皆さん全員のコメントをいただいて、洗濯の回数とか、はい仕方とか、はい裏返して洗濯機とか、おー、洗剤使ったよとか、乾燥機かけましたとか面白い。っていうのをアンケートを取ったんですよ。はいで皆さん書いてくれたのをまとめて、へえ、結構これなんか研究材料じゃないですけど、はいや本当はい思います。なんか普通に洗剤使ってもこういう色一緒にするんだ喋ってすみません。はい、一緒に喋っちゃう。感動したら一緒に喋っちゃうから。バンバン洗濯したらこんなバンバン洗濯してもこういう感じになるんですね。なんかなりましたね。あなんかもっとねのっぺり色落ちするかなってあ、うん、思ってたんですけど、やっぱ生地がちょっと薄いレディースの方は割とこうのっぺり落ちてる人が、あ、そういうことですか。はい、生地レディースさらに薄いんですよ。なるほど。はい、へえ。レディースは12オンスないぐほうらいほうなんですよ。ほうほう。あ、確かに若干。はい、これがこういう風にはでスマホ入れてる方で、ラスト1ヶ月で、はいなんで私もスマホ入れてなかったんだろうってすごい悔しくなって、スマここにホ入れてなかったフリスクケースを入れてやろうって頑張ったんです。これちょっとドーピングです。ドーピングなんですか。ラスト1ヶ月ラストで。 1ヶ月でつきました。あ、でもつきましたね。はい、つきました割と。ああ、1ヶ月でつくもんね。はい、お家でのリラックスタイムにもかかわらずほほほほほ。あぐらをかいてここを出したくてやったあ、最初頑張ったんですね。女性なんですよ。はあ。すごいですね。その愛がやばいデニム愛が愛。やばいです気合ね。がデニム大好きなあ、そうなんですよ。方で、もう一回洗っちゃったからずれちゃったのがすごい悔しい。こういうのって大体男性ですもんね。そうですね。あんまりやっぱ女性でこんな履き込みする人いなかったそうですよね。ですね。やっぱボンボン洗っちゃうんでどんどん薄くなってっちゃうみたいな感じが多かったんで。いばいわゆるデニム好き多いんじゃないですか。そうかもしれないです。それはちょっとね、ちょっと思ってあしまい、でもそうかもしれないですね思っ。ちゃいました。ちょっと思っちゃいました。なんか気づいてもらえて嬉しい。法政バーこれって今おいくらとかで売ってるの？売ってないです。あ、売ってないですか。売ってないです。これのためだけに作ったんです。作った時いくらで？販売？はい8,000円です。 8,000か。はい、8,000円ではい。イベント参加券っていう形で1本ど。サイズメンズレディースで15作ってメンズ9サイズの、いやでもみんなサイズにはうるさいんです。みんなお客さんはサイズはやっぱり自分に合うのが欲しいんですよ。そりゃそうですよ、はい一本買う1なら本買うなね。らそうなんですよ、っていうご意見がなるほあったんで頑張ってたくさんサイズを作って試着会をしたんですよ。ど。素揚げやったんですよ。素揚げやったんですよ私。えはい、気狂いそうでした。勘縫いじゃないですか。はい、これ専用のミシンを借りたんです。チェーンステッチ用の勘縫い用のミシンあるからそれならちょっと練習すればできるかもって言われて、自分のもう履かないジーパンとか筒なんか裾上げで残った筒とかを使ってうわーってもう練習して何回やってもパンクしちゃったりしてお客さん根性ありますよ。すごいです。片山さんももちろん、あれ2人で。はい、巻き込みました。上手ですよ。いやでもプロがやってるやつもあるんで、あ裾上げなしの人はもともと縫製の、はい、職人さんが上げてくれてて、裾上げたいって言った人のはもう強制的に斉藤か片山の裾上げになってます。これ本藍染めなんです。ここ、これすごいですよね。はい、あ、これが。ここか。はい、ここのパッチが布なんですよ。はい、革染めれないって言われちゃって、はい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 。でも本藍でやりたいって言って布ならいけるぞっていうので布を持ってって染めて、なるほど。はい、茨も藍栽培とかしてたらしいんで。ちなみに茨デニムっぽさみたいなのってあるんですか。ぽさ小島にはない。ぽさぽさ。ぽさこれぽさだって茨デニムですもんね。そうですね。でも小島の茨デニムだったりしますいい。確かに確かにそんなことを。いいコメントです。いいコメントですよ。言っはちゃいけない系ですか。い。いや全然全然。いいですよね。はいこういうことまで知っていただきたいんで。まず茨っていう土地を知らないですよね。まあ全国的にも。いや岡山の人でも知らないっていう人いあそうなんですかるんですよ。
茨を倉敷から来られたお店に来られた方で、はい茨知らなかった伊原って言ってました。あ、違う、そこも違いますって言って生まず地、はい生地はやっぱりちょっと地味なんですかねやっぱ小島のが華やかな感じしますもんね、なんか。でも茨の方でもジーパンは小島に買いに行くってなんでですかって聞いたんですよ。そしたら僕はこの茨デニム、あ、そうだ、茨デニムのイメージこれっつってるんですよ。濃い色の、濃いはい、なんか加加工な工なししのもう素の生地、なんならリジットみたいなこういうです。僕はそれが好きじゃない。なるほど。薄いのが好きなんだよね。こういう薄いのが好きなんだよねってなるほど、なるほどね。言って、で茨にはあんまりないと。面白い。で、もう僕ジーパンは小島だからごめんねってこれ言われたんですよいやー参加してあげたいんだけどさーって。じゃあ逆にこういうリジットが好きな人は茨に来た。あー、リジット好きな人は茨なるほど。来たらもう、なんなら木端、あ、木端なんです木ね。端もありますよ。あれすごいじゃあー、ん生地だけウッドでデニムウッですか。ドデニムこれですよすごくないでですすよ。なんですか？これが木の木目なんですよ。はい。吸ってるんですかあ、そういうこと？はいこれデニムなの？デニムなんですデニムです、デニムです。そういうことか。はい。魚拓みたいなやつですね魚拓みたいな、そうです。だああ、なるほど。からなんか擦る力が強いとはい破れてしまうんで、すげえロスが多くてめちゃめちゃ高いんですよ。え、あ、そうなんですか。なんかあ、確かに。生地がすごい高いからバッグとかも高い。バッグ。バッグとか帽子とかこれで作ったり、これでジーパンも作ってたんですけど。ああ、そういうことか。木の芽を一回入れてから。そうです。あーなるほど木目ウッね。ドデニム。やっぱり生地はやっぱり茨っすよこれこれ。やばないですかそういうことなんですね。あやっぱり作ってるからこういうのが生まれているんですよあ、なるほどね。生地を。生地はやっぱいろいろありますしね。ねガードとかもメーカージャガードもはいジャガードデニム。吉川織物さんっていう茨の旗屋さんなんですけど、こういうジャガード織りの生地とか。え、あ、レーザー。これデニム、はい。ほう織りです。あ、織り。はい。あ、レーザー加工じゃないんだ。違います。織りで。陰影があるのがすごいですねはで鏡獅子っていう茨出身の有名な彫刻家さんがいらっしゃって、あ。平櫛伝中さんっていうんですけどほ、う茨に伝中美術館っていうのもあるぐらい。そういう茨の生地を個人の人が例えば1メートルとか2メートルだけ欲しいとかいうはい。買えるところってあるんですか、茨には。そこのデニムストアにはい1メーター測りメーター売りしてるんですけどあそうなんです、まあ数はそんなに少ない、多くはない。なんか趣味で抜いたいみたいなああ、人がそうです2メーね。トルとか。はい。小物を自分でこうバッグで作りたいとか、趣味でね、それも定期的になんか各社さんが持ってる生地を持ってこられるんで、あ、そういうことか。そういうことなんで、面白い。常に同じのがあるとは限らなない。るほど、そういうことなんですね。あとなんかおかしい値段のがね、たまに入ってたり、まあおかしいびっくりするようななんかメーター7000円とか。ああはいこれで法政バはい。あ、でもなんかちょっと進化してるかも。ほー。はー。これいつオープンされたとかってありましたっけ？ここ自体がまあ、10年以上前からあるんですけど、リニューアルしてからこの大きさになってから3年ですあ、そうですか。ね。ちょうどこれ3月1日で3年あ、目に。本当だ。サードイヤーアニバーサリー。は茨の商品が買えると。そうです、はい。この生地は全部茨城の生地使ってまして、基本全部メイドインジャパンっていうんですか。ほうまあこの辺で縫製とかも全部してるんですね。はい。メイドインジャパン以外はもうはい置いてない。うーん。なんかこうしてみるとやっぱり加工してるのは少ないですね。そうですね。濃いですね。はい。もう生地屋さん、ほとんどもう生地屋さんばっかりで、生地のが特に加工してる会社があはいまりない。あ、そうですか。そうなんですよ。でも小島ジーンズさんの方は、縫製とか加工が得意なメーカーさんがたくさんあるんですけど、こっちはもう生地屋さん。ぶどうとごぼうぶどうとごぼうぶどうとごぼうこれ、
メーター7000円ってどういうものなんですか？あ、これね、シルクデニムって言ってシルクで織ってるんですよ。すげえ。どうぞどうぞどうぞ。綿じゃなくてシルクなんですか？シルクの版のここの部分に使ってるんですよね。はい。でそれが余ったんでこっちで織らせていただいてるっていう感じになります。セルビッチですよ。セルビッチですね。やっぱ織り機も昔にあるこの幅は昔の長野の織り機で織ったらこの幅になるんですけど、セルビッチ付きなんですよね。びっくりしますね。なんでこれメイン出さないんですか？多分何メートル買って帰るんですか？トイ君何メーターいるんですか？でもこれは4弱分買ったらもうそれだけでい。そうですね。そう言っちゃいますね。これで製品化って言ったら売れるかなって思いました。でも1着だったらなんかやってみようかなって気になりますね。実際服には向いてない生地なんですよね。あ、そうですか。はい。ちょっと厚みもありますし。厚みあるけどこのぐらいだったらちょっとジーパンありますよね。まあ作れるかもしれないですけどね。ただ生地的にはちょっと弱いかもしれない。弱いんですか？シルクって弱いんですか？弱いと言いますか、こういう感じであー毛羽立ってきちゃうんですよね。全然あるじゃないですか。あ、実際買っていかれるお客様はなんか小物を作るって言われるお客様が多いかもしれないですね。これはジーンズでしょ。でも何メーターいりますかそれ？ 3メーターあれば最近のこの今時の2万1000円あれば生地代としていけますよ。これネットでは販売してないんですよ。これは販売してないですね。そうですね。やっぱここ来なきゃ買えないんですよ。受注つけてから買おうとしてます。これもなんか昔ながらのデニムを再現して作られてる生地で、流行です。はい、20年代の今のデニムを再現してみました。色味とかも再現されて。そうですね。むしろこれ前じゃないですか。 20年前じゃない、昭和20年。昭和20年。昭和20年。45？戦後とかそんな感じですか？そうですよね。実際織り傷が結構あるんですよこれ。それも再現してるんですか？あ、なんですかこれ生地メモまで。あ、そうですね。スーツのオーダーメイドやってまして。なんでこれ前に出さないんですか？もったいない。デニムスーツか。デニムスーツの生地見本なんですね。はい、デニムスーツ。そう注文あれをこの生地を使ってそうですね。オーダーメイドで言ったのかな。そうですそうです。はい。でただの見本なんでそれ売り物じゃないですよね。あ、まあそうです。そうですね。でもこれ見たらこれ選べるんだってわかりますね。確かに一般の人がはいこれ見えるだけでいいですよね。はい。何これ？生地では買えないけどはい。オーダーはできるんだって思ったら、私この生地でちょっと作りたいとかなりますよね。ね、見本がバーってもっといっぱいあったらね。確かに。まあでもしがらみがあるんですよ。あるんですよ。いろいろあるんですけど、やっぱこれだけ少しこう並んでるっていうだけ僕すごいなと思っていて、小島はありますこういうところ。生地がこういう感じでこうしがらみをくぐり抜けて、それでもそこまでし一がらみない般の人に生地を提供したいっていう気持ちの中でこういうのができるわけじゃないですか。だからこれはもうちょっと売り上げが出てきたら、もしかそのしがらみに突破できるかもしれない。こういうの結果が出たらメーカーさんがじゃあ用意するわっつってメーカーさんが買ってここに持ってきてくれれば一番いいんですけど。実際向こうができて。すごく地元に対する愛情が急にこうブワーッと芽生えて溢れ出ちゃって溢れてダダ漏れなんですよ。いい人に採用できますよ。そうですよね。こちらの動画が少しでも面白い、役立ったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。